今度は玉縁布を縫っていきます。で押さえ金は、私は細いのに変えました。これ 2ミリ押さえって言って片側のこの押さえの幅が2ミリあるんだけど、細い幅でステッチかけたい時なんかはよく使います。このステッチ定規がね使えるようになるので。ここは正確にいきましょう。返し縫いは必要ありません。で、あまり伸ばさないように、伸ばした状態でステッチ定規で等幅に縫って、で離すとキュッと戻るでしょ。そうするとその分太くなるのね。なのでできるだけ伸ばさない感じで自然に縫っていきます。だいたいバイアステープってこの両サイド端っこの方が幅安定しにくいんですね。なのでできるだけこう真ん中ら辺のいいとこ使うように少し長めに作った方がいいと思います。これはあとカットしていきます。これ玉縁が縫えたところです。で、幅を必ず確認してください。これで4ミリ、大体4ミリですね。玉縁の幅はボタンホールの大きさとか生地の厚さによっていろいろなので、結構好みで決めて構わないと思うんだけど、ジャケットだったら4ミリぐらい、コートだったら5ミリぐらいあってもいいかもしれない。ちっちゃいボタンホールには細い玉縁、大きいボタンホールには1ミリぐらい太い幅の玉縁っていう風に覚えておくといいと思います。で、こっちの縫い代多いので切っていくんだけど、この玉縁の幅と同寸法だけ残してこの下を切り落とします。こんな感じですね。玉縁の幅4ミリ、今回は4ミリなので、端から端まで8ミリで、ミシン目が真ん中通ってれば大丈夫です。あとは必要な長さに切ります。端っこはあんまり使わない方がいいですね。で、ボタンホールのサイズが35ミリ、3.5 センチなので、玉縁の幅からだいたい1センチぐらいはみ出させたいから 3.5、5.5 でカットしました。これを据えていきます。ちょっと見えにくいのでチャコで表から印を入れちゃいました。これ消えなくなるので使わない方がいいんですけど、今ちょっとね動画の便宜上見えるようにしてあります。そしたらこの横線が
玉縁の中心部です。ここに切れ目が入ります。でその両端に玉縁布を乗せていくんだけど、この山になってる部分を外側に向けて、この山の部分を玉縁の外側に向けて据えます。反対側も同じく山になってるところを外側に向けて据えます。こんな感じですね。こんな感じで据えます。これここの内側のね、縫い代、断ち切ってある方の縫い代の部分、この幅がそのまんま出来上がりを左右するので、ここで据えた時に、このミシンからこのミシンまでの距離を必ず測ってください。でどこを縫っていくかというと、このミシンの上を、このミシンガイドにしてミシンの上に縫っていくんですけど、ここからここまで、玉縁の端から端まで、こっから先に針を進めないこと、こっちも一緒です。出来上がりの位置からスタートして3目進む、3目戻る、でそのまま進んできて終わりの位置から3目戻って3目進む。ここから絶対出ない。で手前で終わるのもなしです。必ず針はこの、印の位置まで行ってください。で反対側、こっち側、一方を縫ったら反対側を縫うんですけど、反対側は必ず最初のミシンと同じ位置がスタートと終わり、こう同じ位置に並ぶようにします。ちょっと縫ってみます。見えにくくなるので、こう消えるチャコとかで印つけてもいいです。で縫いましょう。さっき印をつけたこの位置、玉縁の端からこの位置までね、玉縁の終わりまでで、中心の位置ずらさないように、この切れ目は中心の位置に来るようにちゃんと見ながら、まず針を落とします。あ、そうだ、針目細かくしてください。少し細かめで。針を落として、頭にぶつかる。私ちょっとね、今カメラが邪魔で正面から見えてないので、回ってないかな、わかんないな。うわー、見えないな。これ返し縫いしたらどこまで戻ったかわかんないっていう人は、こうやって戻ってきてもいいですよ。こんな感じですね。印の上を縫ってきました。で裏を確認して、出だしがちょっと見えるかな、出だしの位置 0.5 ミリぐらい、これぐらいだったら大丈夫かな。大丈夫だと思います。これぐらいならね。で同じように反対側も
左右が揃わないとか、この角が綺麗に出ないっていう人、まずはここの取っかかりの位置ね、取っかかりのこの2本のミシンから揃ってないことが結構多いんです。なので一番最初の取っかかりの、玉縁幅もそうなんだけど、一番最初の2本のミシンは必ず揃えてください。必ず裏側も確認してください。で、裏側はこのガイドがあるので、このガイド、ボタンホールの中心の位置が真ん中に通ってるかどうか、あとは両端の位置からはみ出してないか足りすぎないか、この、四隅のスタートと終わりの位置を必ず見ておいてください。で、これをあとはひっくり返していきます。